遺言が一族を滅ぼした。これは比喩でも誇張でもありません。1598年、戦国の頂点に立った天下人が死の床で残した3つの遺言。その遺言こそが17年後に豊臣家を完全に消滅させる引き金になりました。最強の権力者がなぜ最後の命令で自らの家族を滅ぼしたのか。教科書には絶対に載っていない3つの衝撃的な真実、今日すべて暴きます。話は秀吉が死ぬ半年前、1598年の春に遡ります。この年、秀吉は京都で第五の花見という歴史上最も豪華と言われる宴を開きました。全国から700本の桜を集め、1300人を招待した、まさに権力の絶頂。しかしその裏で秀吉の体はもう限界に達していました。7月になると秀吉は自らの死期を悟ります。彼が最も恐れたのはただ一つ。自分が死んだ後、たった6歳の息子豊臣秀頼はどうなるのか。自分が一代で築き上げた豊臣の天下はどうなるのか。この恐怖が彼を最後の大きな家計と駆り立てます。彼は当時最も力を持っていた5人の大名、五大老、そして実務を担う5人の官僚、五奉行を呼び寄せます。そして秀頼が成人するまでこの10人が合議で政治を行うよう命じたのです。一見完璧に見える権力分散システム。しかしこのシステムそのものに秀吉自身が仕掛けた致命的な欠陥がありました。この欠陥の正体が3つの遺言の核心です。まず1つ目、7通もの欠板状が1枚残らず保護にされたという衝撃の事実から見ていきましょう。衝撃の真実1つ目、忠誠を誓った欠板状は全員に裏切られた。秀吉は五大老たちに何度も誓約書を書かせました。その数、記録に残るだけでも7通。内容は秀頼様へのお忠義を決して忘れません。もし裏切る者がいれば神々の罰を受けるでしょうといった悲痛なまでの念押しです。そしてその誓約書には全員が自らの血で判を押しました。欠板です。しかし秀吉が死んだまさにその瞬間からこの誓いは紙くず同然となります。筆頭大老の徳川家康は秀吉が禁じた大名同士の私的な婚姻をあっさりと破り、他の大名との結びつきを強め始めます。他の大老たちもこれを止めるどころか、ある者は家康につき、ある者は日和見を決め込みました。あの欠板は何だったのか。実はこの誓いには罰則がありませんでした。秀吉は彼らの忠義心という最も不確かなものに全てをかけてしまったのです。これは単なる裏切りではありません。秀吉が人生の最後に設計した安全装置が初めから全く機能しなかったという恐るべき事実です。欠板状の崩壊で驚いている場合ではありません。2つ目の遺言が引き起こした悲劇は国境を越え16万人の命を巻き込みました。衝撃の真実2つ目、秀吉の死は2ヶ月以上隠され、その間16万人が異国で戦い続けた。秀吉が死んだ1598年8月18日。その時、豊臣軍は朝鮮半島で慶長の役という泥沼の戦争を続けていました。その数、およそ16万人。もし最高司令官である秀吉の死が伝われば、軍の士気は崩壊し、大混乱の中で撤退することになる。そう恐れた五大老たちは、秀吉の死を極秘にしたのです。彼らは秀吉がまだ生きているかのように振る舞い、朝鮮の兵士たちには何も知らせませんでした。ここで想像してみてください。あなたは朝鮮で戦う一兵士です。補給は滞り、敵の抵抗は激しくなる一方、何のために戦っているのかもわからず、ただ故郷に帰りたいと願っている。しかし、あなたをこの地に送り込んだ張本人はもうこの世にいない。そして誰もその事実を教えてくれない。この地獄のような状況が2ヶ月以上も続いたのです。10月になってようやく秘密裏に撤退命令が下されますが、時すでに遅し。多くの兵士が
知る必要のなかった最高司令官の死のために命を落としました。これは国家の嘘がいかに個人の命を軽んじるかを示す痛ましい記録です。そして3つ目の真実は最も逆説的です。家康は秀吉の遺言を破ったのではなく利用した。このからくりを理解した瞬間、歴史の見え方が完全に変わります。衝撃の真実3つ目、遺言のルール通りに動いた家康が17年後に豊臣家を滅ぼした。どういうことか。秀吉の遺言システムは五大老の合議制でした。つまり何かを決めるには多数決が必要です。家康はこのルールを逆手に取りました。彼は他の大老たちを巧みに切り崩し味方を増やしていきます。そして豊臣家を守るべき石田三成を天下を乱す逆賊だと非難し孤立させていきました。家康の行動は秀吉の遺言の精神には反していましたが、ルールそのものを破ったわけではありません。彼は常に豊臣家のためという大義名分を掲げ、合議制の中で多数派を形成していったのです。そしてついに1600年関ヶ原の戦いが勃発。家康は豊臣家の中心として逆賊三成を討つという構図を作り上げ勝利します。秀吉が作った合議制というリングの上で、秀吉が最も警戒した男が合法的に豊臣家の実権を奪い取った瞬間でした。そして17年後の大阪の陣で豊臣家は完全に滅亡します。秀吉の遺言は豊臣家を守るどころか、家康に天下取りのための完璧なシナリオを与えてしまったのです。待ってください。この逆説の構造、実はそのまま大学入試の品質論述問題に直結しています。受験生でなくてもこの流れを抑えれば近世史の全体像が一気に見えてきます。受験生の皆さん、ここがテストに出ます。論述問題で秀吉の死後、なぜ豊臣政権は崩壊したのかと問われたらどう答えるか。ポイントは3つです。1つ目、五大老五奉行という集団指導体制の機能不全。特に筆頭大老である徳川家康の権力が突出していた点を指摘します。2つ目、家康による豊臣恩子大名との婚姻政策。これが秀吉の遺命に反する最初の大きな動きです。3つ目、石田三成ら奉行と家康ら大老の対立の激化。この対立が関ヶ原の戦いへと直結します。この3点を秀吉の遺言の形骸化というキーワードでつなげれば満点の答案が書けます。さて、大河ドラマはこの歴史をどう書いてきたか。記憶に新しい「どうする家康」では、秀吉が家康に息子秀頼とこの乱世を頼むと直接託したという解釈が施されました。家康の天下取りを秀吉の意思を継いだ行為として書いたわけです。これはもちろんドラマの創作ですが、だからこそ問いが浮かぶ。史実の家康は何を継いだのか。意思ではありません。遺言の穴でした。この一項の差が史実とドラマの最大の違いです。ここまで3つの真実を見てきました。しかし最も重要な問いがまだ残っています。秀吉は愚かだったのか、それともこの失敗は最初から避けられなかったのか。その答えにこの動画の本当のテーマがあります。この動画を見る前のあなたは秀吉の遺言を裏切られた約束だと思っていたかもしれません。しかし今やあなたにはより深い真実が見えているはずです。これは秀吉個人の失敗ではありませんでした。封建時代の忠義とは主君が生きている間だけ有効な極めて個人的な契約でした。主君が死ねばその忠義の根拠そのものが消える。だからこそ戦国時代はあれほど激しい下克上の連鎖だったのです。秀吉はその時代の申し子でありながら、その時代の構造的な限界に最後の最後で縛られた。欠板上も合議制もあらゆる手を尽くしても止められなかったのは秀吉が無能だったからではありません。個人の忠義心を基盤とした封建的主従関係そのものが権力の継承を保障できない構造だったからです。
そしてその矛盾を歴史上最も鮮烈にあらわにしたのが豊臣家の滅亡でした。歴史とは単なる暗記科目ではありません。人間と時代の最も正直なケーススタディなのです。今回の3つの真実、あなたが最も衝撃を受けたのはどれでしたか？欠板状の崩壊、16万人の隠蔽、家康の逆利用、コメントで教えてください。次回は本能寺の変、黒幕はイエズス会だった説の信憑性を一次資料から徹底検証します。このような教科書が隠した歴史の真実を見逃したくない方は、3秒で終わるチャンネル登録ボタンを押して、次の動画をお待ちください。